こんにちは、アンナスです。今日は、英語の筆記体の文字で重なる部分をどうやって指すかっていう話をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。筆記体とかの文字でこういうアウトラインステッチがこうね、ぐるっとこう重なっているところ、これは、例えば T だとこう刺していきますよね。でここにぶつかった時に上に乗っけていいのか、それとも避けて刺すのかを結構よく聞かれるんですけど、私は上に乗せるタイプです。多分これ好みとか人それぞれ違うと思うんですけど、理由としてはこういうとこもそうなんですけど、一回切って次に行くとなんかつながってないように見える時が出てくるんですやってる人だったら分かるって思ってもらえるかもしれないんですけど、これ一回切るとなんか続きっぽく見せるの結構難しくて、なので先にもう刺しちゃって、上から刺す方が本当に続いてるから、ここがすんなり綺麗にシュルッとこうね、見た時に見えるんですよね。なので遠慮なく上に乗せちゃってます。なので私よく文字の刺繍する時って書き順は一旦頭から外しましょうって言っているんですね。なんでかっていうと、例えば文字がその文字に見えなかったりすることもあるんですよなんか E とか A とかね、ややこしいなんか似たようなのありますよね。でそれに書き順も頭に入れてしっかりやるともうぐっちゃぐちゃになるんで、これは何を目的にしてるかっていうと、これがちゃんとシンデレラの E とか A とかって見えなきゃ困るんですよ。でも書き順って別にね、この作品を見た人がこの人ちゃんと書き順の通りに刺繍してるななんて誰もわかんないので、まず刺繍する時は書き順っていうのは頭から一回外して、その文字がちゃんと読めるかどうかっていうのが一つのポイントになるんですが、アウトラインステッチでこの上に重ねたりする場合、離さない続きでやらないとここが綺麗にこうつながらないんで、ただね、その書き順が違ってて上に重ねる場合もあるんですよ。あるけどそこはあんまり多分ね分かんないと思うんで、そこは気にしなくていいかなっていう、私の持論です。だから例えばこういう L とか T とかみたいにこう十字に重なるアウトラインステッチが出てくるとしますね。バックステッチでもいいんですけど、線の刺繍です。まずここにアウトラインステッチの線の幅が広いですねもうちょっと皆さん細かくやってください。今説明しようと思ってなんか急いで大きくなっちゃいました。こういう線があるとします。でなんかこういろいろぐじゃぐじゃぐじゃっとこう刺繍があって、で次ここに重なりますよっていう時は遠慮なく上に乗っけてください。だからどうしてもこの幅的に刺繍糸の上、この辺から針を出さなきゃいけないっていう幅感の人はここから出してもいいし、避けて刺してもどちらでもいいです。なんかここだとここかな、糸の上にぐさって刺す幅になってしまった場合は刺しても OK です。でこうやってどんどん重ねまくっていった方が、ここのつながりが、これ切る時もあるんですよ、なんかものによっては。でもね、切るとなんか左は下の方だけど右は上の方なんてこう互い違いになる時がねたまにあるんで、続けてやった方が仕上がりが綺麗になるんじゃないかなって私は思うんで、割とこの方法は私はおすすめです。
ということで、文字ね大変だと思うんですけど、あると結構かっこよく締まるんで、ぜひチャレンジしてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。